そんな旅してみたい。インド・バラナシ。巡礼者たちがガンジス川で身を清める頃、旧市街の路地へと足を向けます。人々の暮らしと信仰が交差する祈りの道。ティカを授かる女性、スパイス香る朝ごはん、湯気の立つチャイ、最後に頬張るのは甘い葉っぱ。そして命の輪廻が静かに息づくマニカルニカガート。沐浴、祈り、食、命の終わり、そして再生。この街にはそのすべてが重なっていきます。そんなバラナシの裏路地を歩きます。ガンジス川での沐浴を終えた巡礼者たちに別れを告げて、再び朝のバラナシ旧市街へと足を向けます。ここはビシュワナート寺院へと続く路地。お寺へと向かう人、ガンジス川へと歩く人、路面のお店を目指す人。この細い路地はいつでも大勢の人たちでごった返しています。肩が触れ合う距離で息づくこのリズムこそがバラナシの鼓動です。路地はバラナシならではの祈りにも似た熱気に満ち溢れています。こちらの女性はティカを授かっています。プジャノの地に額へ施されるティカは、ターメリックに小石灰を混ぜて作る赤い粉クムクムやサンダルウッド、聖杯を用いた祝福の印です。さて、朝ごはんにはマサラドーサをいただきます。ドーサとは米と浦戸豆を発酵させて作るインド定番の薄焼きクレープです。熱した鉄板にギーを引き、薄く生地を広げたら、まずはバターをたっぷりと。そしてトマト、おろしチーズ、さらにカレーリーフ。美味しそう。クリーミーで爽やかなココナッツチャトニーをつけていただきます。外はカリッと、中はもっちり、香ばしくてほのかに酸味の効いた至福の一枚です。食後には温かいチャイもいただきます。バラナシのチャイは絶品です。さて、再びガンジスへやってきました。ここはマニカルニカガート。バラナシで最も古いとされる神聖な火葬場です。火葬場のそばでも人々はいつもの暮らしを営んでいます。本来ならば階段状に川辺へと広がるこの場所も、モンスーンの今、その大半がガンジス川の底に静かに沈んでいます。こちらにもガンジスに祈りを捧げる人の姿が。どうやらサドゥーに教えを請いながら祈っているようですね。
身につけていた布を遠くへ押し流す仕草、手のひらですくった水をそっと川へと戻す所作、それらはすべて浄化の儀式です。邪気や不浄、そして過去の罪を女神ガンガに託し洗い流していくのです。マニカルニカガートのそばの路地にはまだ切り口の新しい丸太が山のように積み上げられています。これは火葬に使われる薪で、ガンジス川上流やバラナシ周辺の州から運び込まれたものです。一人のダビには数百キロの薪が必要とされます。そのため薪を運ぶ作業は一日中続きます。こちらには男性たちが集まり、何やら作業に打ち込んでいます。実は彼らはガンジスに沈んだガートの灰をすくい、ふるいにかけ、わずかに残った金や銀のかけらを探しているのです。これは火葬を代々担ってきた人々のなりわい。彼らは位牌に混じる装身具の名残を見つけ出し、生活の糧と変えていくのです。ダビの炎の後に続く営みの確かさに、命の力強さを思わずにはいられません。そして今日も人はバラナシの路地を歩くのです。マニカルニカガートから北に歩き、バラナシのさらに奥へと向かいます。昔ながらの街並みにはバラナシローカルの方々のありのままの暮らしが息づいています。家の壁にはシバ神やサドゥーの絵、こちらは女神ドゥルガーでしょうか。昼下がりの路地には静かな時間が流れています。バラナシを歩けば当たり前のように牛に出会います。生活に欠かせないミルクを与えてくれる牛はヒンドゥーにおいてゴーマータと呼ばれる神聖な存在。人々は敬意と愛情を持って牛と共に暮らしています。そんな牛たちからの贈り物、新鮮なミルクはミルク売りの手によって町中へと運ばれていきます。さて、バラナシの屋台を巡ります。こちらはジェレビ、カルダモンが香る砂糖シロップに浸したインドの定番スイーツです。外はカリッと、中は甘くジューシーな絶品です。こちらはカチョーリ、ポテトカレーを添えればバラナシ名物カチョーリサブジの出来上がりです。そしてバラナシのソウルフードといえばミーターパーン。ローカルの方が英語混じりでベテルと呼ぶこの食べ物は食後のお口直しの定番です。小石灰とアカシアの樹脂を薄く塗ったベテルの葉に砂糖漬けの果実、ココナッツフレーク、フェンネル、カルダモン、仕上げに銀箔をのせて包みます。
一口目は甘くて香り高く、後味はすっと爽やか、思わず癖になる一品です。さらにチャイもいただきます。バラナシには至る所にチャイ屋さんがあって、どれも甲をつつけがたい美味しさ。何度でもただいまを言いたくなる味です。Thank you. Yes. कैमरा कैमरा बंद हो देख आपका कैमरा